こんにちは。OG、初めから攻略、パート33です。前回は、装備を更新したり、極限セルレギオスの討伐を果たしました。今回は、古文書4冊目で解禁されるモンスターとか、極限モンスターを狩猟していくよ。登場するモンスターも本格的に強くなってきます。気合い入れて頑張りましょう。さあ、古文書も4冊目の解読まで来たぞ。解禁されたのは混沌ゴマだな。この子はすでに G3 緊急で登場していますが、わざわざ出るということは普通の個体ではありません。だね。ただもちろん、こいつは極限とかあるわけじゃないので、純粋な強化個体の解禁になるよ。このパターンは古文書では初かな。たかがゴマと侮ると痛い目を見ますね。油断せずやっていきましょう。で、クエストは、これだね。白色する原価の該当。相変わらず読み方が難しいな。ゴマの脱皮やウイルスをまく様を表してるんでしょうか。いずれにせよかっこいいタイトルです。いたぞ。通常クエストとは初期位置も違ってるな。ここ、思わず肥やしを投げているが、混沌には移動を促す効果ないっぽいんだよね。通常ゴマには効いた気がするんですが、これも古竜としての特性なんでしょうかね。今更ではありますが、このエリアは傾きが発生するため、めちゃくちゃ戦いづらいです。開幕肥やしたのも分かってほしいよね。このクエ、地形が最大の敵と言って過言ではないよ。通常クエの初期位置付近が平坦ですからね。あちらとの落差が凄まじいです。ステータスももちろん強化されてるから、地形のせいで食らってられないからな。混沌は移動が多めなのですが、自然移動に任せるほかありませんね。で、遅くなりましたが、ゴマの見た目も違っていますね。最初から翼脚を展開しています。この仕様、このクエ独自のものっぽいね。最初は、ギルクエ高レベルと一緒かと思ってたんだが。レベル140個体でも、初期は翼脚展開してませんでしたね。この姿からスタートするの新鮮です。しれっと乗り失敗したが、これも独自のことと思って見逃してほしい。ゴマの方は大技を披露してました。恐竜化を解除する際のブレスですね。これ、初見だとわからん殺しされがちだよな。一回見れば当たらないけどさ。モーションが独特ですからね。通常クエばっかりやってると見る機会少ないのもあります。さあ、このクエの独自仕様はこんなもんで、あとは普通の混沌ゴマになるよ。ステータスと地形以外は別に普通ですからね。正直、他の古文書クエほどのインパクトはありません。ただ、報酬にはしっかり覇王の証があるので、それを集めたい時には重宝するかもです。ぶっちゃけ、覇王の証集めなら、キティの方が時間効率いいけどね。ま、混沌に慣れてるなら、選択肢にはなるね。キティばっかりやるのも飽きちゃうしな。それと、クリア報酬としては、一応素材交換があります。古文書は開放クエになってること多いですが。解禁されるのは天津サザイだけど、ぶっちゃけあんまり使うイメージないな。剣士のスキルは、匠、水属性攻撃、属性改心ですか。水属性特化ならワンチャンってとこですかね。後天はスロットが偏ってるので、使うならガルルガ X とかと組み合わせるのが良さそうです。後天といえば GX の印象が強いな。こっちはイベクエ限定だけどさ。防御力の高い倍化装備は貴重ですからね。作るのは大変ですが、その価値は十分あります。で、雑談してたらいつの間にかエリアが大変なことに。こうなると、もはやまともなゲームはできないよ。チャークは特に細かい位置調整が大事なので、
傾斜は非常に邪魔ですね。GP の不発、反撃が当たらないなどなど、一方的な不利を背負わされます。一方、モンスターはお構いなし、縦横無尽だよ。足に吸盤でもついてるのかな。早く傾きリセットしてほしいですね。これでさばききれるほど容易な相手ではありません。ブレスでも来ればリセットされそうですが。あ、早速やってくれたわ。ゴマも、さすがにこれはフェアじゃないって思ったんだろう。やはり、パッケージモンスターは違いますね。正々堂々の精神が根付いています。と思ったのもつかの間、まだ少し傾いてませんか。完全にはリセットされないんですね。ここの肥やしが、悲痛な心の内を表しているよ。本当に移動して欲しかったんだろうね。それにしても、割と長くここにいますね。移動してくれないと困るんですが。さっきは、パッケージモンスターと褒めましたが、内心は悪地形を利用したいのかも。マジかよ、マガラ最低だな。平地ではいいモンスターなのに。メインモンスになるには、したたかさも大事なのかもしれませんね。一定、判定もダメージもでっかいな。よく見ると、体力9割近く吹き飛んでますね。マガラ系のブレスは火力が非常に高いです。弾速がゆったりしてるから強そうに見えないけど、エネルギーが凝縮されてるんだろうな。念のためと思ってど根性をつけて助かったよ。冗談抜きで大技は一回も食らえないな。根性を消費すると途端に難易度上がりますね。頭ひるみもちゃんと管理していかないといけません。武器は相性めちゃくちゃいいからダメージ自体は十分だと思うが、関心が出ちゃえば、ひるんだタイミングによっては一撃で頭ひるみが狙いそうだ。ひよって攻撃できないと時間がかかって、それはそれでピンチの時間が増えますからね。ある程度は割り切って GP 空室を狙えるところは全部当てていきたいです。さて、ここもチャンス。ひるみはどうか。おお、一撃でひるんだ。前の空室でこの部分でひるんだのと噛み合ったか。やっぱり混沌武器は相性最高ですね。青ゲージでも十分な火力が出ています。しかも、まだ極限強化してないからね。汎用チャークとして強化してあげてもいいかな。混沌ゴマ武器はレア級なので、極限強化しやすいのも嬉しいですね。今の段階では大極竜玉は貴重品ですので、あまり使いたくありませんし。そもそもレア銃自体全然持ってないからな。お、ようやくここで移動か。永遠にも感じる5分間だったぜ。行き先はエリア5のようです。あそこもいい地形ではないですが、ここよりはマシです。さあ、第2ラウンドだ。行くぜゴマ。それにしても、ワイルズと並行して編集してますが、ワイルズでゴマを一層好きになりましたね。まず、ワイルズで BGM が聴けたことに感動したよね。ワイルズやってて、ゴマが一番感動したわ。ゴマ以外も過去作モンス、BGM 面で優遇されてたよね。詳しくはネタバレだから言えないけどさ。ローハンターとしては、歴代のモンスターが優遇されてると、なぜか誇らしい気持ちになりますね。当時は散々文句言ってたモンスターも、新作では目立ってくれると嬉しくなります。ワイルズに登場した過去モンスは、戦ってて楽しいと感じる調整されてると思うよ。特にレウスくんね。彼、非常に素晴らしいよ。演出、行動、装備、全部良かったですね。モンハンの顔は伊達ではありません。これまで悪者扱いされがちでしたけど、名実ともに両モンスターになりましたね。4G のレウスくんも見習ってほしいよね。下流は飛ぶだけじゃないんだよって。言うてワイルズでも飛んではいますが、この辺にしておきましょうか。このエリアは傾きがないので、先ほどよりだいぶ戦いやすくなってますね。まあ、比較的だけどね。中央付近にある大きな段差がかなり厄介だよ。これのせいで実質立ち回れる範囲は狭いし、意図せずモンスターが登っちゃったりするからね。左右にあるスティックだけで登れる小さい段差もかなり邪魔だったりしますね。この付近でダウンを取ると、モンスターが段に乗ってしまい、追撃がスカることがよくあります。通常クエストでも初期位置の隣だから、そこそこの頻度でここに来たりするが。体力の兼ね合いで、ここに来た時点で、だいぶ削れてることが多いんですよね。そもそもここに移動しないこともあるので、あまり気にならなかったりします。最初の方に地形との戦いと言ったのは、この行動範囲がゆえだね。おかげで本体も 1.5 倍くらい強く感じるよ。いや、実際ステータスは強いんだけどさ。狩猟には環境も大事なんだと、改めて感じますね。さあ、何回目かのスタンが入って、だいぶいい時間になってきたぞ。攻撃力より体力が多いのがしんどいですね。食らったら終わりなので、ひりつきます。あ、引きずってくれました。今で12分ちょいってところですか。
通常クエは火力で押し切ってる感があるんだが、強化クエだとちゃんと強かったな。よし、じゃあ失礼するぞ。おお、耐えてきましたか。やっぱり体力多いですね。なんとか動かないうちに倒しきれた。タイムは13分ちょいだったね。強化個体相手ならこんなもんですかね。ほつらず通せたのは良かったです。これで4冊目のモンスターも終了か。古文書ももうすぐ折り返しだな。この辺りから相手が強大になっていきますね。引き続き頑張っていきましょう。よーし、じゃあ次にやることはと。やっぱこれだな。ジオウが連続狩猟。これ上位クエストなんですが、重要な立ち位置になってますね。ある意味で。というか、他のクエストも考えると明らかに救済措置だね。じゃあまずは何も考えず、1頭目を狩猟していこうか。ですね。驚くほど早く片付きます。このクエスト、すでに何回かに分けてプレイしてるけど、今回はちょっと遅めのパターンだね。初期位置がちょっとずれたのと、開幕ドリンク飲んだから若干ロスがあった。その上で、どのくらいのペースで狩れるかですね。上位村個体なんで察しがつくと思いますが。このクエに関しては、ダメさんを入れるより、スタン蓄積の回数を優先して動いてるよ。振り向き運はいい感じだね。一頭に時間かけてられないからな。そんな急ぐ必要もないですがね。これの周回、別の作業やりながらプレイしてました。スタンが入った。ここまで来ればもう勝ちだよ。極限強化したアーティラートが、村の上位個体を襲います。はい、1投目終わり。1分10秒だったね。これ、初期位置によっては普通に1分切りも出ます。これ以降もほぼ同じ展開です。村上位には、こうした連続狩猟がいくつかあるよ。いずれも、極限クエを出しやすくするためのものだね。極限クエの解放には、40体くらいの狩猟が必要だから、ありがたいはありがたいんだが。そこまでするなら、最初から必要な狩猟数、下げてくれてよかったんですけどね。我々は、プラス22頭のオフガを狩猟する必要あったので、気が済むまで蹂躙して帰還を繰り返しております。じゃ、引き続きやってきますわ。何分も上位戦をお見せするわけにもいかんし。ですね。根気よく行きましょう。やっと終わった。この時点ですでにぐったりなんだが。残念ながら、そんな暇ありませんよ。ここからもめちゃくちゃカロリー高いですから。つうわけで、鳴神教順やっていこうか。言わずと知れた極限人オウガだね。人によって評価は分かれるでしょうが、極限でも最強クラスといって異論は少ないと思います。じゃあやっていこう。天空山のオウガだが、さっきとはわけが違うぞ。極限オウガの強さは何と言っても防御面ですね。よりによって頭と後ろ足が硬化しています。そのため基本的には背中しか弱点がありません。ここを狙うのはかなりの技量がいります。というか、背中を直接狙える武器種自体がそもそもかなり限られてるけどね。ほとんどの武器種は前足か胴を狙うしかないよ。立ち上がりはいまいちですね。多分今の頭に座れちゃいました。極限オウガに関してはギルクエで何度かやってるけど、期間が空くと急激に腕が衰えるんだよな。このクエストに関しては帯電してないからかえってやりづらいのはあるけど、帯電の方が防御面では弱体化しますからね。方向も使ってくれるので隙が生まれたりしますし。とりあえず今は解除最優先で立ち回ろう。別にうまくやる必要はないんだ。一番重要なのは解除した後に削ることですからね。多少不格好でも地道に解除していきましょう。進撃だけではどう考えても解除できないから、早めに対象も解いじゃいたいな。石2個切れるまでには最低でも解除できるでしょうからね。ただ、身体ではクールタイムをなくすことはできないので、下りすぎると手持ち無沙汰になっちゃいます。それだけは避けたいな。不格好にしても限度があるしな。あとはオツですね。これは石が何であろうと効果切れちゃうので、変にテクイプレイは狙わず、安全第一で殴っていきましょうね。そうだね。前にオフガラー15分台の動画上げてるんで、うまいプレイはそっちを見てほしいな。さあ、軽く宣伝したところで問題児が出現しました。超進化を遂げたピンク玉です。しれっと食らってまひったわ。それを尻身に悠々と充電してるぞ。極限状態は一部行動が変化するモンスがいるが、こいつのはいくらなんでも変わりすぎだな。来光虫が極限の影響を受けたんでしょうけど、追尾する上に麻痺を与えるようになっています。移動速度がそれなりに速く、爆発範囲も広いです。油断してるとさっきみたいに食らいます。
対処法としては、普通に逃げ回るか、ガードして判定を消すかだね。どちらにせよ、本体への攻撃機会を潰されるだけだから、非常に評判が悪いコンボウだよ。これ以上、出させたくないですね。一応解除できたが、一度も背中にクリーンヒットしなかったな。大事なのはここからですから、極限オフガは解除中に削れるかにかかっています。だね。気を取り直していこう。まずは、全力でスタンを取りに行く。ここの切れ味回復、リスキーではありますが、機会を無駄にしない、いい判断だったと思います。スタン中に切れ味落ちてると、もったいないですからね。紫をなるべく維持していきましょう。素の尻尾回転は非常にありがたい。確実に拾わせていただく。そのまま怒り以降も狙えますね。これはいい展開です。このエリアは見えない壁に押されやすいから、若干挙動が怖くあるんだが、こういう分かりやすい隙にちゃんと攻撃できるのは、いい個体な証拠だよ。引き続き、両行動を取っていただきたいものです。振り向きのチャージお手だけやめていただいて。通常状態で一番気をつけたいのはお手だね。チャージの頻度が多いから気が抜けないよ。いい展開が続きますね。これはちゃんとスタンが取れそうです。ほんと、オツだけはしないようにしたいですね。若干、体力が不穏ですが。怒り状態だから、この体力怪しいよな。大技食らったら解けそうだ。前のめりに猫の研磨術つけてるから、ど根性もないんだよね。アーティを使うなら、研磨術欲しいですからね。テンプレのカイザー X 構成では、土石高速が入りますが。クシャナと組み合わせる構成は、耳栓ないからね。耳栓最優先だから仕方ない。スタン来た。解除1回目は合格点だな。いいですね。さっきの時もかなり効いてます。体力は高くないはずなので、ここで削っておけると、後が楽だと思います。つうか、解除してからもう2分近く経ってるな。あんなに頑張ったのに、もう再局するのかよ。極限って、そういう生き物ですからね。長引くほど、どんどんこちらが不利になります。冗談抜きで、やられる前にやるのが一番の対処法だったりしますね。オウガは特にその気が強いね。極限させとくと命がいくつあっても足りないよ。この子、最初は苦手意識すごかったですね。今でも全然慣れてはないんですが。苦手ってか嫌いだったな。最強の時間か。分かってはいるけど、見るだけでぐったりするな。泣き言も言ってられません。とにかく解除を優先しましょう。勢いで進撃解いじゃったけど、砥石使ってからの方が良かったな。しかもエリア移動重なった。これだけで十数秒はロスになるな。進撃の1秒は重いですからね。立ち回りで取り戻すしかありません。ほい。じゃ、後半戦やっていきますかね。高台に鎮座して風格を醸し出すな。黒いオーラのおかげで強者感やばいですね。実際強者なんですけど。オーガって天空山に合うよな。もともと起伏の激しいとこに住んでる設定なのもあるが。霊峰と違ってここは追い出されてなくてよかったですね。恐竜化事件後も居座っています。居座るって、本来の住処なんだから許してあげてくれ。よし、今度こそ背中狙うぞ。ナイスヒットです。やっぱりオウガは背中切るの楽しいですね。これ、タイミングと位置が合わないと成功しないから結構むずいんだよな。石切れちゃいました。タイミング悪いっすね。せっかくまた背中ヒットしたのに、進撃あるあるすぎて困るぜ。この時間制、なんとかなりませんかね。もうちょっと長くてもよかったのでは。まあ開発目線で考えれば、長くしたら時間制の意味ないからね。便利な石ほどチャンスが少なくなるのが駆け引きなんだろうけど。やっぱり強制弾きが悪さしてる気がしますね。これさえなければ、もうちょいやりやすかったと思います。攻撃使えば通常よりダメージ増えることになるからね。ハイリスクハイリターンな扱いにはなったかも。そもそも恐竜化時代は解除方法なかったしな。交流石自体に問題はないと思う。そういえば、ワイルズの恐竜化については解除の方法ないっぽいですね。これ、もし今後極限が復活したら石とかも出てくるんでしょうか。それはさすがにないと思ってるけどね。このストイックさは時代に合わなすぎる。そんなことより、後ろのオウガ戦が過去最大級にぐだっててやばいんだが。単純に立ち回りが下手なのもありますが、地形が荒れすぎて狙うことすら難しいですね。怒り帯電は確定行動が多いんですが、後隙を狙うには広さが必要になります。もうちょいスマートにお届けしたかったんだが、極限はいいとこ全然ないな。さっきの非帯電の背中狙いは良かったですが、帯電してからはダメですね。
解除優先で動くと言っておきながら、中途半端に弱点狙って失敗してる感じです。2、3週間やってなかっただけなんだけどな。ここまで距離感間違えるようになるか。さあ、これも確定行動ですが、壁が近くてビビっております。これはひどい。位置取りがアホすぎる。ちょっといいとこ見せようとしてますね。オーナもピンク玉ちょい多めで外れ寄りだな。参ったねこりゃ。ピンク玉を出しながら攻撃を重ねてきます。狭さがひたすらに厄介ですね。ダメージ自体は抑えてるけど、状況が悪い。一度体勢を立て直そう。回復の残りも心配になってきました。無事超えられるでしょうか。とりあえず、解除しないと始まらんな。気合を入れ直そう。イーカリプレスが来たぞ。これは背面蹴り決めたい。ナイスです。綺麗に決まりましたね。もうスタンは取っているので、追撃は一番柔らかい背中に行きます。で、そのまま怒り行こうかな。この方向も狙いたいぞ。あ、段差上に嫌な予感がします。おいマジで言ってんのかこれ。ナチュラルにずらしてくるのやめろや。せっかく隙ができたのにこれ、心に来るものがありますね。頼むぜマジで。解除中に削るのが大事なんだってば。今回採局中ぐだり散らかしてたから、これ以上はもたもたしてられないぞ。体力的に再々局はないと思いますが、2分ってあっという間ですからね。せめてこのお手には返したいところです。よしよし、これはちゃんと取れた。お、続けて放電か。急に出れてきたな。さすがのオウガも段差に乗って回避したのはやりすぎだったと思ったんでしょうか。そんな良心があるやつが恐竜化克服できるかな。恐竜化克服って心の問題なんですかね。まあ、体が強いと心も広くなったりしますからね。極限化するかどうかって根性論だったのか。それにしちゃ変貌しすぎな気もするが。あ、オウガくん移動かな。お、弱ってますよ。これは再々局はしなくて済みそうですね。よかった。正直ほっとしたよ。とはいえ、あまり悠長にもしてられませんよ。チャンスにはしっかり決めてください。よし、充電来た。ここで決めきるぞ。OK、討伐完了。タイムは12分5秒だった。極限2回とも下った割にはそこそこのタイムでしたね。通常状態はそれなりだったのが聞きましたか。もうちょいうまく見せたかった感はあるけど、まあ、これも攻略中のリアルってことで。このクエとギルクエは別物みたいなとこありますからね。とりあえずクリアできてよしとしましょう。で、今回目標にしてたモンスターは枯れましたが、少し早いけど締めにします。一応見せたいものが残ってるから、それを少しやりたいと思う。それで見せたいものっていうのは、ああ、普通のゴマですか。そういえば探索しましたね。一応ね、今のとこ探索かギルクエでしか戦えないからレアモンスターではあるからな。とはいえ、すでに混沌と戦ってるからね、こいつはあっさりやろうと思うよ。強さ自体は混沌が上ですからね。戦闘面での驚きは今更ありません。にしてもこのギルクエ、だいぶ外れだな。初期位置が最終エリアの一番奥かよ。しかもエリア2が天井でしたね。ゴマは天井に出現できないので1と3を往復します。素材集めができりゃいいから、マップ構成とかはどうでもいいんだけどね。ゴマのギルクエは比較的入手が楽だから、また作り直してもいいかもな。ゴマを派生させたいならゴマ狩ればいいですもんね。派生率も 45% と非常に高いです。そもそも、なぜ通常クエがないのかという疑問はこの際置いとくとして。この通常個体と特殊個体が同居してる感じ、昔の作品ならではって感じだね。アイスボーンでは G 級に特殊個体しかいなくなったけど、この辺の反省もあったのかね。多分そうだと思いますよ。上位までで出現してたモンス限定でそうなりましたから。ウラキとカラーは同居してましたもんね。その方針で正解だよな。4G の G 級ゴマ素材は色々と分かりにくい。生地混沌からも一部素材が出るのが一層混乱させてくるよ。降臨と人尾だけは混沌からも出るんですよね。いっそ全部専用素材でよかったのに。鱗が取れて重角が取れないのは罠だよな。発売当時は運が悪いだけだと思ってたし。混沌ゴマからは広角系の素材は一切出ないんですよね。広角自体はあるでしょうに。それにしても、わざわざギルクエ派生させたってことは通常ゴマ素材が必要になったんですか。今すぐは必要ないんだけどね。数回先の古文書クエで使おうと思っててな。しゃがる武器の最終強化を目指してて、今いろんなランク帯で素材集めしてるんだよ。
ゴマ系の武器は途中生産とかないので、回からじっくり鍛えないといけませんからね。ゴマとシャガルは素材の種類が多いので、何周もする必要がありますね。どっちもしっかりレア素材があるからね。素材要求量も妙に多いし。この辺は根気強くやっていくさ。必要な時までに揃ってればいいから。古文書の解放クエは緊急ではないので、順番が前後して OK なのがありがたいですね。このシリーズでもその仕様を活用していく予定です。次回以降でお見せできるでしょう。古文書は今5冊目に入って、ここから文字数がぐっと多くなるんだよね。ですね。今までは気づいたら解読できてましたが、これからは意識して埋めていかないとですね。そのためにも極限強化をはじめとして色々と装備を整えていきたいです。そうだね。ゴマ以外にも色々と素材集めしてるからな。このパートも、ゴマ戦が終わった後、武器を作ってから締めようと思ってるよ。ここまで来ると多くの武器を最終強化できますね。作るのは大変ですが、戦力がどんどん上がっていきます。武器だけじゃなくて防具もね、どこから手をつけたもんか迷ってるよ。制作の裏側的なところですが、マイパート引きになる装備が必要ですからね。ここは今後も妥協せずやっていきましょう。よし終わり。やっぱりこのクエ追いかけるの面倒だな。ゴマ自体は別に強くないんですけどね。多分必要素材的には何周かしないといけません。これは裏でやっておくよ。今回はとりあえず別の武器を作って締めたい。では加工屋に行きましょうか。よし、じゃあ強化していくぞ。ちなみにゴマとは全然関係ない武器です。次回用に作るものですね。これだね、リバルキューレ。雷強属性の最終版だ。上位で使っていた系統の強化版ですね。やっぱり見た目がいいです。今回 G 級オウガをプレイしたのは、これの素材である角を集める目的もありました。次回は、これを分回して、さらに新しい武器の製作を目指したいと思う。さて、それでは、今回はこれで締めるとしましょう。混沌の強化個体に極限オウガ。相手が本格的に強くなってきたね。G 級解放後、ここからが本番みたいなとこありますね。次回からも頑張って超えていきましょう。だね、ワイルズも楽しみつつ、4G も妥協せずお届けしていくよ。ワイルズ内でも4の要素感じられるのがいいですね。なんとなくリンクできてる感じがします。だよな、4好きならぜひプレイしてみてほしいよね。ほいじゃ、次の動画で。またね。